のぶです。今日はね、ティーチングアシスタント TE についてのお話です。私自身ね、日本の大学で TA を2年ほどやったことがあって、カナダでね、大体3年ぐらい TA をやりましたね。なので、その日本とカナダの TA の違いっていうのをね、公平に見れるんじゃないかなっていうふうに思います。でね、やる前からね、日本とカナダ、もしくは欧米のね、TA は全然違うっていうのを知ってたんですけども、やってみてね、本当に仕事内容とか、もらえる給料とかね、もう違ったのでね、そこら辺をちょっとシェアしていきたいなというふうに思います。で、私はね、大学の1年生の科学の TA でしたね。なので、大体やったメインの仕事っていうのは、実験助手としての TA ですね。日本のね、実験助手って言ったらね、教授がこうね、前にいて、で、TA がね、たくさんいて、で、各テーブルとかに行ったりとかね、イメージがあると思うんですけども、カナダの TA って本当に先生というか教授がね、もういないんですよ。もうコーチプレイというか、始まる前に教授が来て、あとよろしくっていう感じでこう去っていくみたいな。なのでね、私がやった仕事っていうのは、実験の手順だけじゃなくて、例えば今日のトピックが中和滴定だったら、中和滴定の歴史とか、原理とかね、あと化学反応とかそういうのを説明したりとか、で、実験の手順はもちろん説明して、で、実験始めって言ってみんな実験させて、その間の監視とか、すべてTA に任されましたね。で、この初めのね、講義というか、レクチャーがめちゃくちゃ緊張というか、大変で、60人ぐらいの学生、カナダ人を前に、ね、英語で話すじゃないですか。だから初めのね、その1、2回とかって、うまく話せずに、発音とかもやっぱりね、ジャパニーズ・イングリッシュ、アクセントがね、あるから、やっぱり笑われたりとかしてましたね。でもやっぱりやってるうちにね、生徒と仲良くなったりとか、あと自分もね、発音こうしようとかね、いろいろこう試行錯誤して、だいぶ途中からはうまくいったんじゃないかなっていうふうに思います。後からね、聞いたんですけども、日本人だけじゃなくてね、中国人にはやっぱ中国のアクセントとかね、インドにはインドのアクセントがあるじゃないですか。だから結局みんなね、同じような洗礼を受けてるみたいですね。なのでもし TA やるときにね、そういうトラブルがあったとしてもね、もうこれはもうネイティブじゃない人にとってはもう当たり前のことなんだっていうふうに思った方がいいですね。で、初めはね、不安だと思うんですけども、そんな心配は実はいらなくて、っていうのも、毎週1回ね、TA ミーティングっていうのがあるんですよね。で、すべての TA が集まる、その科学の TA が集まって、で、教授がいて、で、その教授がこういうのを伝えてくださいみたいな感じで言うんですよね。なので、そこでね、その手順とかも、一旦ね、その教授が全部教えてくれるんで、それをコピーというか、自分なりに解釈してやっていくっていう感じなのでね、そこまで不安にならなくていいというか、もし不安があったらね、その時に教授にね、こういう時なんて呼ぶですかとか、そう聞いておけばいいかなっていうふうに思います。で、そこでね、採点についてのね、採点基準とかも、展示されるというか、毎週ね、実験レポートを提出しないといけないんですけどね、学生は。そこで採点の仕方とか、そういうのを教授から教わるみたいな、そういう場でもありましたね。で、個人的にね、その TA ミーティングめちゃくちゃ好きで、っていうのも、やっぱり大学院生とかになると、こうずっとラボにこもりきりになるんですよね。だからあんまり他のとの交流がないみたいな。だからそこで違うね、研究室だったりとか、他の教授の下についてる学生とかと一緒に話す機会っていうのは本当に、貴重な時間でした。で、実際ね、そこでできた友達とかは、今でもこう交流があるというか、本当に向こういるときにね、あまり TA 以外の友達いなかったんですけども、そこで出会った友達と一緒にご飯食べたりとか、映画見に行ったりとかやってましたね。本当に大事な、時間だったと思いますね。で、あとは採点ですかね。もう採点が一番 TA で大変な仕事の一つですね。っていうのもね、さっき言ったように、教授がまず採点のチェックをするんですよね。全員じゃないんですけども、例えば3人分の生徒見せてって言われたら、その3人の生徒に対して採点、自分のやった採点を見せて、で、これが甘いとか、厳しすぎるとか、そういうの言われるんですよ。それだけならまだいいんですけども、こう生徒からもめちゃくちゃ苦情というかクレームが来るんですよね、その採点に対して。で、日本の学生との違いって、日本の学生ってレポート提出して、先生が採点して、そこまで、中間とか期末なら別なんですけど、毎週のレポートをに対して、あんまり、こう、苦情とか言わないじゃないですか。よっぽどね、やばい時はいると思うんですけども、カナダの場合は、やっぱり、もうみんなアクティブなんですよ。っていうのもね、日本の大学というか、例えば大学受験の時めちゃくちゃ頑張るじゃないですか、日本人、高校生って。医学部に入りたい人は本当に頑張るし、医学部とか。で、カナダの場合って、先に大学に入るんですよね。で、その後に、1、2年後にメディカルスクールに行くみたいな感じなんですよ。その際にね、GPA が必要、高い GPA がないと、こう、なかなかね、めちゃくちゃコンペティティブなんで、競争、するんでね。だから、学部生の成績も大事なんですよね。だから、そういう意味もあって、1点でも点数が欲しいっていう、そういう真面目な生徒
は、めちゃくちゃ苦情というか、もう来ますね。で、一番ね、大変だったのがね、エッセイの採点で、なんていうんですかね、その、数学とかね、科学ならある程度は丸×でいけるじゃないですか。まあ三角もあるかもしれないですけども、ね、合ってる間違ってるっていうのはやっぱりサイエンスとかね、そういう数学の世界っていうのは決まってるので、ただエッセイとかって結構、なんていうんですかね、起承転結にしたりとか、あと文のその文脈をね、考えるとか、そういうのを見ないといけないんですよ。ね、ちょっと前までアイエルツに苦戦してた身なのに、採点する側みたいな、ネイティブの英語の文をみたいな感じだったんですよ。で、グラマーもしかも採点の基準にあったりとか、あと、ボキャブラリーとかもね、ちゃんと見ないといけないみたいな。で、学生側としても、ね、日本人が俺らの英語を採点するのかよみたいな感じじゃないですか。だから本当にそこに関しては時間使いましたね。グラマリーっていうソフトウェア使ったりとか、あと、カナダ人のね、友達に、ちょっとこの文法間違ってるねとか、ここ3単元の S ないよねみたいな、もう本当に聞きに行ったりしてましたね。じゃないとやっぱりね、ネイティブの英語を見るんでね、採点するので、本当にそこに関しては大変。まあでもそのおかげでね、めちゃくちゃ英語力が伸びたっていうのはあるんですけどもね。まあ、ノーベインノーゲインということですね。で、あと試験監督もありましたね。で、これは日本と同じなんですけども、教授はやっぱりいなかったですね。もう生徒というか TA が全部仕切って、時間とか測ったりとか、始めとか、注意事項を話すみたいな、は全部 TA の仕事でしたね。ただね、みんなもう真面目なんで、試験に集中してるんで、特にやることないというか、もう座って論文読んだりとかしてましたね。で、私が思うね、最も大きな日本の TA と、欧米の TA の違いっていうのはね、オフィスアワーだと思うんですよね。で、オフィスアワーってね、日本だと聞き馴染みあんまりないかもしれないんですけども、欧米では結構あって、その学部生が授業とかでね、ついていけなかったりとかわからないときに、それをね、こう質問する場があるんですよね。相談する場所があって、で、それもね、TA がやるんですよね。なので、毎回ね、毎週オフィスアワーの時間をね、設けなくちゃいけなくて、で、その時間になったら、とある場所に行って、そこに学生が来るみたいな感じですね。で、そこでね、その勉強方法だけじゃなくてね、結構プライベートな話の相談とかもしたりとか、あと、ね、採点に対してもし苦情があったらそこで言ったりとかしてましたね。誰も来ないときは大体採点してましたね。レポートの採点とかして、有意義に時間を使ってましたね。ただね、このパンデミックの時とかは、本当に大変で、そのオフィスアワーってやっぱり、場所に行かないといけないじゃないですか、学生も。でも、パンデミックの時ってオンラインであったんですよね。だから、来放題というか、もう生徒も自分のね、ベッドとかにいながら、オフィスアワーに行って質問しに行けるみたいな感じだったから、本当に何十人っていう人が、自分のね、オフィスアワーの、ズームの、部屋に来てましたね。本当にカオスな、時間でした。抜けてるかもしれないんですけども、これが大体 TA の仕事ですね。で、こう聞くとね、TA やるかやらないか迷うかもしれないんですけども、絶対にやった方がいいです。っていうのも、やっぱり、まずお金の面からも、時給20ドルぐらいもらえるんですよね。2000円ぐらい、日本円で。で、この2000円をね、時給2000円を日本人がね、カナダで稼ごうと思ったら結構大変なんですよ。やっぱりそういうね、単価のいい仕事っていうのはカナダ人が取るというか、日本でもやっぱりね、コンビニで働いてる人って海外から来てる人多いじゃないですか。で、日本人はやっぱり、時給のいいところに行くって、それは当たり前だと思うというか、結局、日本語がね、話せる場っていう、あれなんですけども、それはやっぱりね、カナダに行って、仕事をね、雇う側も、こう、片言のね、日本人よりもネイティブのカナダ人を採用するっていうのはもう当然なことなんですよね。で、その中でもやっぱり、その TA の仕事っていうのは、そこに関しての、なんていうんですかね、差別というか、区別がないので、比較的ね、別に英語力、最低限あればね、できるんじゃないかなっていうふうに思います。でやっぱりお金だけじゃなくて、場所的にも、やっぱりそのキャンパス内でできるっていうのはいいですよね。例えばジャパレスとかでね、働いたりとかすると、やっぱりダウンタウンとか行ってちょっと離れるじゃないですか。それをね、こうキャンパスの中でできるっていうのがあるので、例えば実験のね、空き時間とか、自分の研究の実験の待ち時間とかに、その TA を組み込むようなスケジュールを自分で作ったりとか、そういうのをすることでね、時間を効率的に、使えるんじゃないかなっていうふうに思います。で、あと TA をして得られるその経験っていうのもプラスですよね。でその経験っていうのは、自分の経験値としてだけじゃなくて、やっぱり他の人がね、第三者が見たときに、あ、この人 TA してるんだなとかね、レジュメにも書いたときに、やっぱり TA してるんだなっていうのは、やっぱり一つの強いアドバンテージになりますよね。で、さっき言ったように、やっぱ英語力ですね。本当に成長しましたね。もう英語、TA する前と後だったら、本当に運命の差じゃないかっていうぐらい、英語力伸びました。で、あと、さっき言ったように友達ですね。交流。
今でもね、TA の友達っていうのは未だに繋がってますね。で、あとね、TA やってる人、よく言うんですけども、自分のね、研究の息抜きになるっていう話はしますね。やっぱり研究してね、うまく結果が出ないと、ダメだなとか、ネガティブになっちゃうんですよね。その時に、一生懸命 TA やると、生徒から、ありがとうとかね、あなたのおかげで、助かったよとか、そういうの言われると、自分もまだまだいけるなとかね、捨てたもんじゃないなみたいな、そういう感じになってましたね。ただ時間をね、費やすっていうのはね、否めないので、効率よくね、さっき言ったようにオフィスアワーで回転をしてね、とかね、すると、そういう効率的に時間をね、使うといいんじゃないかなというふうに思います。そんな感じで今日は TA のお話をしました。